こんにちは。今日はどのニッケル水素電池が一番長持ちして、そしてコスパが良いのかを検証します。今回電池は全部で17種類用意しました。基本的には家電メーカーが出している電池をベースにしています。それ以外には Amazon で販売されている中華電池であったり Amazon Basics なども検証します。今回の企画を実施するのに Twitter の方で Amazon 欲しいものリストを公開しました。そして電池を支援者の方に無償で供給してもらいました。ここに載っている支援者の方ありがとうございます。ちなみに今回試験した電池の購入リンクはすべて概要欄とコメント欄に Amazon リンクでまとめています。一見のおすすめ順です。では早速電池の詳細を見ていきます。まずはパナソニックのエネループ。交渉容量は 2000mAh。日本製です。重さは 27g。2024年の1月製造でした。ちなみにエネループシリーズは紙パッケージ採用で環境に配慮しています。次はパナソニックのエネループプロ。通常版エネループの大容量版です。交渉容量は 2500mAh。日本製です。重さは 30.2g。製造は2024年の1月です。次はパナソニックのエネループライト。エネループ通常版の小容量版です。交渉容量は 1050mAh。日本製です。重さは 18.8g。製造は2023年の12月です。次は富士通の大容量バッテリーです。交渉容量は 2450mAh。日本製です。富士通ではなくて FDK 株式会社という富士通の子会社が製造しています。製造年月日は2023年の6月。重さは 30.2g です。次も富士通です。こちらはスタンダードな容量のバッテリーです。交渉容量は 1900mAh。日本製です。製造は2023年の8月です。重さは 26.3g です。次は東芝のインパルスという製品名のバッテリーです。交渉容量は 2400mAh。中国製です。重さは 28.8g。製造年月は缶には記載ありませんでした。こちらのパッケージにも記載はなしです。次も東芝です。こちらはスタンダードなタイプです。交渉容量は 1900mAh。日本製です。東芝でも日本製のものと中国製のものがあるようです。製造年月は2023年の2月です。製造してから少し時間経過してますね。重さは 25.7g でした。次はアイリスオーヤマのビッグキャパです。こちらは大容量モデルです。交渉容量は 1900mAh。日本製です。製造は2022年の9月です。ちょっと古いですね。買ったところの回転率が悪かった可能性があります。重さは 25.5g です。次も同じくアイリスオーヤマです。こちらは小容量タイプです。交渉容量は 950mAh。日本製です。製造は2023年の10月です。重さは 18.1g です。次は Amazon Basics の大容量版の電池です。交渉容量は 2400mAh。製造は2023年の11月です。重さは 28.5g です。次も同じく Amazon Basics です。こちらはスタンダードタイプになります。ちなみに大容量版とのパッケージの違いはこんな感じです。上が通常版、下が大容量版です。本体ラベルの表記と端の方の色が違っています。交渉容量は 2000mAh。中国製です。製造は2023年の11月です。重さは 26.9g です。ここからは中華メーカーの電池4種類を紹介します。まずはこちら、ポークスです。交渉容量は 2800mAh。中国製です。製造日の記載はありませんでした。重さは 27.2g でした。次はエネボルトです。製品名には 3000mAh と書いてありますが、よく見てみると交渉容量は 2700mAh です。よくある USB メモリー製品で 1TB と印刷してあるけど、実際の容量は 256GB みたいな製品でしょうか。有料誤認を誘う製品名ですね。この時点で信頼できません。中国製です。製造日は2023年の11月です。重さは 30.8g でした。次はパワーアウルです。交渉容量は 2800mAh。製造年月の記載はありませんでした。中国製です。缶には PSE マークが記載されています。ただこちらのニッケル水素電池に PSE マークが必要かどうかはわかりません。他のメーカーには記載はありませんでした。重さは 26.9g です。中華系最後の紹介はボナイです。交渉容量は 2800mAh。中国製です。製造年月は2023年の5月です。重さは 27.3g です。いよいよ残り2つになりました。こちらは変わり種を紹介していきます。
まずはこちら、秋葉原の秋月電子で売っているゴールデンパワーの電池です。交渉容量は 2000mAh、中国製です。製造年月の記載はありませんでした。重さは 27g です。そして最後、タミヤのネオチャンプです。おそらくミニ四駆やる人なんかもこの動画見てると思うので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。交渉容量は 950mAh、日本製です。製造年月分かりにくいのですが、2023年の9月です。重さは 18g です。こちらのグラフに交渉容量をまとめました。日系メーカーですと容量の上限は 2500mAh といったところです。海外メーカーですと交渉容量の上限はもう少し増えて 2800mAh 程度となりました。この表記されている交渉容量が本当のものなのかも後で検証します。その前にまずこちらのグラフです。このグラフは電池の重さをまとめたものです。基本的には電池の容量が増えるほど重い電池になります。これは電池の缶の中にロール状の素子が入っています。電池の容量を増やすにはそのロールの巻く回数を増やす必要があります。なので容量の高い電池ほど重くなります。あと製造年月日には意外とばらつきがありました。購入したルートの在庫状況であったり、どのくらいの速さで在庫がさばけるかも重要です。ちなみに一番売れているであろう N ループは在庫の回転が早いのか、製造後2ヶ月という新しいものもありました。基本的に電池を買う場合は製造から月日が経っていないものを買うことを推奨します。缶とかパッケージに製造年月が書いてあります。ここから本題です。電池の放電試験と容量測定をしていきます。ニッケル水素電池の容量測定ですが JIS-C87082019 に記載があります。この規格を見てみると放電試験は電池製造から2ヶ月以内に実施する必要があります。ですが今回試験する電池の多くが製造から2ヶ月以上経過しています。なのでこの動画は参考値程度として扱ってください。次に試験のための充電方法ですが 0.1C の充電レートで16時間充電と書いてあります。ですが実際に皆さんが充電する場面を考えてみるとこの充電方法は現実的ではありません。こんなやり方で充電する人いませんからね。ですので今回は代わりにこちらの充電器を使って充電します。パナソニック製です。これで充電することでより実際の容量に近い測定ができます。充電が終わった後24時間放置してその後放電を開始します。放電レートは 0.2C で放電終止電圧の 1.0V まで放電します。ちなみにこちらの 0.2C の放電レートで放電していくと5時間の放電が可能です。こんな感じで放電していくわけですね。ちなみにこちらが放電のセットアップです。通常の電池ケースを使うと接触抵抗が大きく正確な放電試験はできません。ですのでこちらにあるような自作のセットアップで放電試験をします。このやり方ですと接触抵抗が小さくなりますし、配線の電圧効果の影響がほぼゼロになります。放電を開始する前に電池を少し活性化しました。3回重放電をしてから放電試験に進みます。こちらが実験結果です。横軸は放電時間、縦軸は電池の電圧です。先ほど話しましたように放電レートは 0.2C です。このグラフの見方ですが、時間軸の左が放電を開始した直後、時間軸の右側が放電の終わりの方です。放電終止電圧は 1.0V です。5時間経過した時点で 1.0V より電池の電圧が高ければ、その電池は交渉容量を満たしています。このグラフ見てもらうと、日本勢はだいたい同じような放電曲線を描いています。中華ブランドの電池は容量作業をしていました。念のため言いますが、今回はJIS規格で定められた方式で電池の充電はしていません。通常の充電器を使用しています。なので5時間放電し続ける電池は少なくなってしまいました。5時間放電できればその電池は交渉容量を持っているということになります。それよりも放電時間が短い電池は交渉容量よりも実際の容量が少ないということです。それでも多くの電池は4時間40分放電可能という結果になりました。まず個別の電池について見ていきます。交渉容量以上の電池は秋月電子で売っているゴールデンパワーと、そしてタミヤのネオチャンプのみでした。特にタミヤネオチャンプは全体的に優秀です。放電時の電圧が常に高い状態に保たれていました。ミニ四駆などで使うことを想定してこのような特性を持つようにチューニングされている可能性があります。次に日本勢の電池を見ていきます。大体ですね、どこも同じような放電曲線です。この結果から見るに日本勢の場合はどこの電池ブランドで買っても問題ないかなといったところです。もし製造年月が選べる場合は新しいものを買っていけば良さそうです。
この日本勢の結果については予想していた通りでした。次に Amazon Basics です。Amazon Basics の特に大容量のものは容量が少ないようです。同一パッケージ内に入っていた他のセルも試してみましたが、同じように容量は少なくなりました。次は中華ブランドの電池を見ていきます。中華ブランドは規定時間5時間の放電ができていないものが多くありました。エネボルトは放電時間が短い中でもまだマシといった状況で、他の3ブランド、ポークス、パワーアウル、ボナイについてはひどい状況です。これは容量詐欺確定と言って良いですね。中華ブランドの他のセルについても試してみましたが、やはり同じような結果になりました。次は電池の容量測定です。放電試験をすると同時に容量測定も行いました。こちらが電池容量の測定結果です。交渉容量と実測容量を並べて表示しています。左の青色が交渉容量、右のオレンジ色が実測容量です。日本製については交渉容量と実測容量の差はほとんどありません。若干少ないですが誤差の範囲内でしょう。実際の数値については後でお見せします。Amazon Basics 大容量は実測より少し少なくなっています。右4つの中華ブランドについては交渉容量と実測容量に大きな差があります。これは容量詐欺と言って良さそうです。ちなみに実測値はこちらです。一時停止して確認してみてください。次はこちらのグラフです。電池の交渉容量と実測容量の差を書いたグラフです。このグラフの見方ですけど、左に行くほど交渉容量を満たしている製品です。タミヤ、ネオチャンプとゴールデンパワーは交渉容量以上を持っていました。それ以外の銘柄は交渉容量より少ない容量でした。日系メーカーについてはおおよそ 5% の範囲内に収まっています。充電方法が正規のやり方と異なる点を考慮すると誤差の範囲内と言って良いでしょう。Amazon Basics 大容量については交渉より 7.6% 少なくなりました。これは交渉容量より実測の容量が 182mAh 少ないことになります。こう考えると意外とありますね。さらに右の方にある中華ブランドについてはこれは詐欺と言って良いでしょう。エネボルトについてはその中でもまだマシで交渉より 11.2% 少なくなりました。これは 300mAh 少ないことになります。その他の中華メーカーについておおよそ 28% 少なくなっています。これは容量に直すと 800mAh 少ないことになります。これは詐欺確定です。どうしてもこのメーカーの電池が必要という以外は買わない方が良いでしょう。次は1本あたりの価格です。動画撮影時点での Amazon での販売価格を参考にしています。今回一部銘柄についてはヨドバシカメラで購入しました。それについてはヨドバシカメラの価格を参考にしています。こちらのグラフです。左に行くほど1本あたりの価格が安くなる銘柄です。中華メーカーのボナイが1本あたりの価格が一番安くなりました。1本あたり180円です。次に Amazon Basics とパワーアウル、そして東芝インパルスという結果になっています。東芝インパルスが入ってきたのは意外でしたね。ちなみに東芝インパルスは中国製です。そのような生産国の違いもコストにかなり効いています。その他ですと富士通も検討しています。富士通は日本製です。パナソニックのエネループシリーズについて実は1本あたりの価格はそこまで安くありません。エネループライトを除くと500円程度します。こちらの1本あたりの価格と実測容量の結果をもとに価格あたりの容量を計算しました。こちらのグラフです。このグラフの縦軸は価格あたりの容量です。1円あたり何ミリアンペアアワーの容量を持っているかを表しています。このグラフの見方ですが、左にある銘柄ほどコスパが高くなっています。どのメーカーかというと、中華ブランドのボナイが一番コスパが高いという結果になりました。こうなってしまった理由ですけども、容量詐欺をしている代わりに1本あたりの販売価格を下げているので、このような結果になっています。販売価格を下げていく戦法ですね。その次に Amazon Basics 大容量、東芝インパルスが来るという結果になりました。このグラフを見てみると、タミヤのネオチャンプが一番コストが悪いという結果になっています。ただ先ほどの実験の放電カーブを見てもらうとわかるのですが、タミヤのネオチャンプが放電中の電圧は一番高かったです。なので実際には価格以外の性能も考慮する必要があります。次は散布図を書いてみました。横軸は実測容量、縦軸は価格あたりの容量です。このグラフの見方ですが、右下にある銘柄ほどコスパは高くなります。逆に左上にある場合はコスパは良くありません。
右側にあるけど上の方にある銘柄は容量は多いのですが価格は高い銘柄です。つまりそこまでコスパは高くない銘柄ということになります。こちらのグラフでパレートフロントを書いてみるとこのようになりました。この直線上にある赤い点の銘柄がコスパが良い銘柄になります。一つずつ見ていきます。ボナイは 27% の容量詐欺をしていましたがコスパは高いという結果になりました。Amazon Basics も交渉容量より 7.6% 少ないですがコスパは高いです。その次、東芝インパルスについては交渉容量から 0.8% 少なく容量の差もほぼ誤差と言って良いです。一見がこの中のどの銘柄を選ぶかというと東芝インパルスか Amazon Basics を選びます。それか入手性の観点からエネループを選びます。特に東芝インパルスについては交渉容量が 2400mAh と大きく長時間使えます。なのでこの選択肢の中なら東芝インパルスがベストかなといったところです。逆にですね、エネループシリーズ非常に有名ですけどもそこまでコスパは良くないという結果になりました。次は繰り返し回数についてです。今回は検証していませんが充電池の場合充放電して繰り返し使える回数というのが重要です。例えば富士通の場合繰り返し使える回数の記載があります。500回とか2100回とか書いてあります。ただこの繰り返し回数もそこまで参考にはなりません。エネループプロの場合は150回繰り返しと書いてありますが実際はそれ以上の回数を使えます。それ以外にも繰り返し回数を試験するための実規格が途中で変わっています。電池メーカーによっては旧実規格から新しい実規格への変更をしていないメーカーもあります。ですので今回は比較が難しいということで繰り返し回数の検証はしていません。ちなみに長期間使えるかの検証はこちらのブログが非常に参考になります。概要欄にリンクあります。次は電池の内部抵抗の測定をしました。通常の乾電池と違ってニッケル水素電池はパワーが必要な場面で使うことが多いかと思います。つまりたくさん電池を流した時にこの内部抵抗でどれだけ電圧降下するかというのがですね、重要です。内部抵抗を測定する時の条件ですが、まず開放電圧を測定しておきます。次に電池を1A で放電します。その時に同じように電池の両端の電圧を測定します。その電圧効果分から内部抵抗の計算ができるようになります。ちなみに今回は電池をフル充電して1日経過した後の内部抵抗を測定しています。ちなみに電流を流してから10秒経過した後の電圧を測定しています。こちらが内部抵抗の測定結果です。どの電池も内部抵抗は 40mΩ から 50mΩ といったところです。その中でも一番内部抵抗が低いのは富士通の大容量製品で 38mΩ でした。その次に低かったのも富士通で同じく 38mΩ です。富士通は結構性能がいいんですかね。こちら大電流を流す用途で内部抵抗重要になるかと思うのでぜひ参考にしてみてください。というわけでまとめです。今回はどのニッケル水素電池が一番コスパ、性能が高いのかを検証してきました。調査したところ、東芝のインパルスが一番コスパが高いという結果になりました。ただ今回の調査で検証できていないことが一つあります。それは何かというと、長期間繰り返し使えるかです。充電池の性能を見るとき、繰り返し回数も非常に重要になりますが、実験が非常に長時間に及ぶことから今回は調査できませんでした。ただ短期的なコスパが高い製品の調査はできましたので、その点ぜひ参考にしてもらえればと思います。ちなみに今回の電池の販売リンクについては概要欄、コメント欄にまとめています。最後になりますが、この動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。そこでしか出さない情報やセール情報などを配信しています。ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。